はい、電吉クラブです。本日もご視聴いただきありがとうございます。ここは我が家の2階のベランダなんですが、今回は電吉クラブの趣味の部屋にこのドアから出てアプローチするところから撮影を始めました。電吉おじさんの趣味の部屋はベランダから渡り廊下を渡った離れにあるんです。ここに3段ほど階段があるんですよ。でも雨の日でも往来ができるように渡り廊下には屋根もついています。そしてその先にあるのが電吉おじさんの趣味の部屋なんですが、ここに社長室って書いてあるでしょ。お父さんどこにいるの？社長室じゃない？我が家ではすっかり社長室が定着しています。では中に入っていただきましょう。散らかってますけどどうぞ。へへへ。入って右側の棚には工作で使う消耗品や工具、そして加藤カプラー N の買い置きなどが置いてあります。こうやって入っていくと大量の工具や塗料、部品在庫に囲まれて電吉おじさんの作業スペースがあるんですよ。鉄分依存症のおじさんには定期的に鉄分を補う処方箋が必要なんですが、かつて薬局から購入してきた大量の鉄分補給剤が入った加藤の車両収納ブックケースが所狭しと並んでいます。これが YouTube の動画を撮影している時に使っている照明ですね。工作する時は両側から2灯と上から Z ライトで照らしています。こちらに来ているのはトミー薬品の新薬みたいですが、こちらは近日中に動画にしたいと思っています。今回は視聴者の方から電吉おじさんが使用している塗料とか工具、どんなものを使っているのか紹介してもらえませんか？同じものを揃えたいのでってコメントをいただいてしまいました。おだてられて木に登らなければ立派な豚になれないので、調子に乗ってよく使っている塗料や工具を並べてみました。今回は簡単な解説とウェザリングの実演をご覧いただきます。まずこの辺にあるカッターはそこら辺の文房具屋さんとかホームセンターにあるもので、大小2通り使っています。価格的には500円ぐらい、こちらは100円ショップですかね。カッターはケチケチしないで刃先はまめに折ることをおすすめします。で、やっぱりよく使うのはピンセットとかニッパー類ですね。まずピンセットですが、これタミヤの量販店価格だと900円台のピンセットなんですが、こちらはあまりおすすめできません。掴んだ小さい部品を飛ばしてしまいます。そこで自分なりに先端を磨いたり、見えますかね、鋭利にしたりしてみましたが、やっぱり全然ダメなので、これですね。これもタミヤですが、価格的には500円ぐらい高くなって1500円ぐらいなんですが、これに変えてから部品が飛びにくくなりましたね。何が違うのかって比べてみるんですけど、この辺の肉厚ですかね。それとなんとなくここのカーブ、こちらのつる首は別にして外観的にはその辺が違うだけですが、正直使ってみて使い勝手が全然違います。これは申し訳ないけどダメなんで、窓ガラスやパンタグラフのような大きめの部品専用、細かい部品を扱うのは断然こちらです。そして先日加藤から発売された特殊ピンセットがあります。こちらは加藤の従業員の方が使っているというノウハウが詰まったピンセットで1万円しましたが、先日ちょっと使ってみたら素晴らしかったですね。これとこちら、肉厚感というか手に馴染む感がとてもよく似ています。先端のこのノウハウはタミヤ製には当然ないので、ホイッスルや手すり、信号円環をつかませたら右に出るものはありません。しかし加藤製は価格的にみんながみんな買えるわけではないと思うので、こちらのタミヤ製はおすすめだと僕は思います。この加藤の特殊ピンセットは霧の箱に入っていて
手紙まで添えられていたのでお読みしましょう。ご挨拶。この度は積水金属の特殊ピンセットお求めいただきまして誠にありがとうございました。このステンレス製特殊ピンセットは弊社が独自に開発、自社工場で鉄道模型車両の組み立てに使用している特別なピンセットです。独自の先端形状により車両の手すりや屋根上機器類など様々な極小部品を確実につかみ、傷をつけることなく取り付けることができます。研究開発の末にたどり着いたシンプルな先端グリップ形状には、弊社が50年以上にわたる N ゲージ鉄道模型の国内一貫生産で培ったものづくりへの思いとノウハウが詰まっています。本製品は金属加工製品の一大産地として有名な新潟県燕市で熟練職人の手によって一つ一つ手作りされ、品質と安全性はお墨付きです。門外不出であったこのピンセットで皆様の鉄道模型ライフが末永く、より一層快適で豊かなものになれば幸いです。ということで、積水金属の工場長さんからのメッセージのようです。こちらは1万円という価格ながら、販売予告と同時に注文が殺到して生産が間に合わなくて1年近く待って手に入れたピンセットです。僕は長い間ものづくりの会社に勤務してきましたので、こうして従業員が使う道具にもお金をかけて熟練職人が作った道具を使ってもらおうという考え方に共感します。従業員を大切にする企業姿勢がいいですね。ピンセット大切にします。はい、続きましてニッパーです。実は僕、長いことこのガンダムスペシャルツールって書いてあるバンダイのニッパーを使ってきました。ですがもう使わなくなってしまいました。というのはこちらのニッパーですが、これは 4,5 年前にジャムが行われた国際展示場で買ってきたニッパーなんですが、出展していた企業の名前忘れちゃったんです。おそらく去年も出展していたのではないかと思うのですが、いわゆる工具の専門店です。こちらのニッパーは精度が高くて非常に細かい部品の切り出しに愛用するようになりました。見てください、この鋭利さを。ほらこれです。値段ですがまあそこそこはしましたが、2700-800円かな。3000円はしなかったような気がします。まあでもそのくらいはしないとね、いくら切る相手がプラスチックや細い真鍮線だとはいえ必要だとは思います。次はこちらは切断面が平らに切れるというニッパーで、同じお店で買ってきたものです。この2つが僕の愛用ツールなんです。メーカー名がわかるといいのですがごめんなさい。メイドインジャパンとは書いてあります。その時お店の方に時々椿油を塗ってメンテナンスするといいよって言われて買ってきたのがこの椿油。これも確か1000円ぐらいしたような気がします。刃物椿、日本刀の絵とともに高級刃物の保護と書いてあります。再びニッパーのお話。このニッパーも価格は3000円弱だったと記憶しています。それ以上なら手が出ませんからね。ラジオペンチ、これは近くのホームセンターで買った1000円くらいのものです。それからこれもホームセンターで買ったものです。つる首になっているので使い道があるかなと思って買ってきましたが、今のところそんなに使うことはありません。それからこれやっとこです。こちらは模型屋さんで買ったと思いますが、メイドインジャパンと書いてあってエイネックスと書いてあります。これもデザインがかっこいいし使いやすいやっとこだなと思っています。細い真鍮線などを曲げるには重宝しています。ニッパーとやっとこ類に関してはだいたいこんなところでしょうか。電気長司さんはこんな工具を使っています。続いてピンバイスとドリルのお話です。ドリルは Φ0.3mm から Φ1.6mm までのセットがホームセンターにあったのでそれを使っています。うちの在庫としては最大 Φ3mm くらいまで取り揃えています。こちらがピンバイスで、これはタミヤ製です。こうやってバイス部分を抜き差しして使います。今は K の最も小さいタイプのバイスになっていますが、こうやって引き抜けばこちら側には3番目の K のバイスになっています。このように入れ替えて使います。で、こちら側にも2番目の K と4番目の K がセットになったバイスが入っているので、4通りの K のバイスを使うことができます。でもね、しょっちゅう取り外ししたりするのって面倒なので、僕こちらに一番小さい K、
こちらに2番目に小さい K をセットするために2本買って用意してあります。3番目4番目の K のバイスを使う時だけは中のバイスを引き抜いて裏返しして使います。ちなみに N ゲージの工作で使うドリルはほとんどこのサイズなので、ファイ 1mm くらいまでが最小の K のバイス、ファイ 1mm を超えるとこちらのピンバイスを使うって感じに使い分けています。次は精密ドライバーですね。近所のホームセンターで買ってきたものです。1000円くらいのもので十分です。最近は100円ショップにもありますよね。それでも全然大丈夫だと思います。主に台車を止めているビスを外すときに使うだけですので、安いので十分だと思っています。変わったところでは先日100円ショップで買ってきたんですけど、これ逆ピンセット。普通のピンセットは普段開いていて握ると閉じるんですが、逆ピンセットは反対で普段は掴んでいて握ると離してくれる優れものです。この状態でこう作業して終わったら離すっていう使い方ができるので便利グッズだと思います。なのでこの逆ピンセットでもう少しいいものをどっかで売っていないかなと思ってそれとなく探しているんです。それとハサミ、しっかり100円ショップアイテムになっていますが、主に通販を開墾するときに使うので高いものは買っていません。そしてこちらはノギスです。昔キットを組んだり車両を改造していた時にはよく使いましたが、今は使わなくなりました。それからヤスリ類ですね。ヤスリの手入れが粗末でお恥ずかしい限りですが、主に100円ショップで買ってきたものばかりです。先ほどお話ししたニッパーを買ったお店で目詰まりがしにくいヤスリっていうのを買ってきたんですが、どこに置いたかわからなくなってしまいました。申し訳ありません。そしてこれ、紙ヤスリが最近こんなスタイルになって重宝しています。こちらは耐水ペーパーですね。よく使うのは旋盤です。水を流しながら使います。ただこの辺も昔車両キットを作ったり改造などやっていた頃には非常によく使いましたが、今では完成品メーカーがこんなレアな車両まで製品化してくれるのっていう時代になったので、今は本当に使わなくなりました。例えばグリーンマックスのカタログに157系のサロの窓割りを使って頭部 DRC が作れます。それを友達に見せてこだまだなんて言われたら、あなたは N ゲージ改造をやる資格がありませんなんて書いてあったんです。本当ですよ。そんな挑発に乗って何クソーって作ってた時代がバカみたいだけど懐かしいです。はい、次はウェザリング道具の紹介です。動画でも墨入れだのウォッシングだの言ってると思いますが、それによく使うのがタミヤの墨入れ塗料ってやつですね。これ本当に革命ですよ。ウェザリング革命。何年くらい前だったかな、10年経つのかな。それまではなかったのでバクトラタミヤカラーを自分で薄めて使ってたんですが、これが出てものすごく仕事が楽になったんです。タミヤカラーをエナメルの薄め液で薄めただけみたいなアイデアなんですけどね。それでこれはこんな感じ。このくらいの濃さなんです。ちょっとつけると黒い芯が残ってわーっと染みていく感じ、わかりますか？絶妙な薄さというんですかね。蓋裏にハケまでつけてこれを製品化してくれたっていうのは本当にありがたかったな。神様仏様タミヤ様でした。今ではジェネリックも出ていますが、そんな経緯もあったんで僕はタミヤです。あ、いけね、これもブラウンだ。ダークブラウンを出したつもりがブラウンになっていました。失礼しました。こちらです。はい、ブラックはパンタ周囲の配管の陰影とか乗務員扉の墨入れ、ルーバーとかそんなところに流してキムワイプで拭くと、これはごめんなさいティッシュですが、キムワイプで拭くと
とってもいい感じになります。そしてブラウン、ダークブラウンは屋根全体の土ぼこり感や床下台車の土ぼこり感ですが、車両の車齢とか走行線区を想定しながら使い分けています。あとはこちらのエアブラシに入れるんですが、これをこのままか若干薄めてスポイトで入れるんですが、パンタグラフ周囲にうっすらと吹いてあげると、とても素敵な僕好みの汚し表現になるんです。エアブラシも以前はキットの組み立てや改造に必須でしたが、今はウェザリング専用のようになっています。その他の色としてピンクブラウンなんて売っていたので買ってみました。こちらのグレーは石灰列車のような黒い貨車を白っぽく汚すときにこれを流してキムワイプで拭いて重宝しています。これはまだ使ったことがないので顔料が沈殿してしまいました。何に使えるかな。現在試案中ですね。当てもないのに買うなよって感じです。タミヤの墨入れカラーはここにハケがついたのが大正解なんですが、例えば屋根全体やボディ全面にカラーを流す時などにはこのハケでは拉致が開かないこともあります。そんな時はこちらの絵の具筆を使います。絵の具筆は安いのが魅力ですよね。100円ショップで3本ぐらいで100円で買えることもあります。で、薄め液はこれです。ここにエナメル溶剤と書いてあります。いくつか用意しておいて、そのうちの1番は筆洗い専用にしています。使い終わった筆をこの中でこうやって洗って次に備えます。で、この2番の方はカラーの薄め液専門に使うという具合に使い分けておくことをお勧めします。この後、筆差し用のアクリルカラー、エナメルカラーを紹介しますが、まずは筆のお話です。N ゲージだと細筆の面相筆をよく使います。例えば行き先方向膜だったり、ジャンパー線の黒だったり、面相筆を数本揃えておくと良いと思います。蓋のついていない子が今もっぱら使っている子で、蓋をしてある子はストックです。こんなのとか、こんなの。太さを見てくださいね。これらは予備で置いてある筆です。で、価格帯なんですけど、700円から1500円ぐらいの使っています。確かにもっと安いのもありますけど、まあ道具っていうのはそこそこのものを買って使う方がいいと思います。工房筆を選ばずとか言いますけど、我々工房大師じゃないですから。ね、豚ですから。そこそこ筆は選びましょう。これは先が銀の玉になっていますよね。例えばクリアレッドなどをちょこっとつけて、テールライトにちょこんとつけたりするのに使います。アクリルカラーはこんな風に保管しています。このレーベルを見てくださいね。右の背の高いレベルカラーと書いてあるのは40年くらい前の瓶で、中身は継ぎ足ししながら未だに使っています。うなぎの名店の秘伝のタレですかね。左が今のミスターカラーですが、瓶がこんなに小さくなってしまいました。なのでできるだけ昔の瓶を活用しています。はい、薄め液なんですけど、こちら側が僕がよく買う特大サイズで 400cc 入りになっています。で、真ん中の元錠剤の薬が入っていた瓶で、蓋に0と書いてある方が筆洗い用、右の1と書いてある方が塗料の薄め用です。こちらがパクトラタミヤカラーでエナメル系です。アクリルカラーよりも溶剤が弱いので、上から塗っても下に塗ったアクリルカラーを溶かすことはありません。ですから下の塗料を犯したくない時などに重用します。薄め液はタミヤ墨入れカラーの時にお見せしたものを使います。あとはここにパイロットのペイントマーカーのゴールドがあります。先端なんかボロボロですけど、パンタのシューの色入れに使っています。
これはセーラーのペイントマーカーのゴールドなんですが、スペアとして準備していましたが、そろそろ出番かなと思っています。そして再びウェザリングに話が戻って、こちらはタミヤのウェザリングマスターというファンデーション状の製品になります。デコボコのある面にファンデーションのように塗ると、凸部についてへこ部につかないため、陰影を強調したような効果が得られます。ただし付属のスポンジがすぐにボロボロになるので、こうして常にスペアを用意しておく必要があるんです。それと何といっても綿棒はよく使えますよね。綿棒もいろいろなサイズのものがあるので、用途ごとに取り揃えておくのが良いでしょう。最近の綿棒って先端が大小だけでなく鋭角になっているタイプなどいろいろあるので活用しましょう。そしてキムワイプってこちらになります。こんな感じですね。どうですか、この繊維の感じ。こちらがティッシュ。キムワイプの方が圧倒的にゴワゴワしていますよね。繊維がほつれにくい感じです。ですから墨入れ後の拭き取りとか墨入れカラーを流した後のウォッシングにはキムワイプの方がいいと言われています。僕は両方とも使っていますけどね。それではウェザリングの実演を行います。ちょっと前に加藤からワサフ8000が出たので買っておきました。こんな貨車です。色鮮やかに塗ってますけど、貨車ですから使い込んだ雰囲気にしたいですよね。これを題材にウェザリングしようかなと思います。ついでにと言ってはなんですが、オハフ45も1両購入していたので、キャンバス押さえがないから鋼製屋根の環丘車ですね。こちらと2両をウェザリングしてみます。でね、こちら9高8高だという想定でコレクションしてある客車ですが、ここにスニー41という荷物車がいるんですが、8高だならワサフ8000が多かったらしいので、差し替えできるようにしたいと思います。こんなレベルにウェザリングしていきますが、すでに何度かお見せしているので、今日は3倍速でポイントだけ解説してみましょう。こちらのオハフ45も最近の鋼製屋根車へのやり方でウェザリングしてみますね。それでは3倍速スタート。まずはいつものようにアーノルドカプラーが嫌なので、カプラーをジャンパー線付きの加藤カプラーに交換しています。ワサフ8000は最近発売の貨車なので、台車はスナップオン台車になっているから外すのに工具は必要としませんでした。加藤カプラーは付属しているカプラースプリング不要なのですが、僕は使ってますね。こんな大雑把な作業はタミヤの安い方のピンセットで十分です。オハフ45の台車は車掌室側のテールライトが光る方にカモメ用ナックルカプラーという名称のカプラーを取り付けます。反対側は普通のジャンパー線付き加藤カプラー N で十分だと思って交換していますね。今回のカプラー交換では小さなカプラースプリングをつかむので、ピンセットはタミヤの1500円の方をチョイスしています。加藤のパーツはそのパーツが使われ始めた最初の製品の名前がついているので、カモメナックルもその類ですね。僕は機関車と連結する側にナックルカプラー、客車同士で連結する側に加藤カプラー N をつけていますね。いよいよウェザリングの塗装開始するために分解できるところは分解していますね。まず床板、次に屋根も外しています。画像ではベンチレーターも外していますね。一旦外した方が塗りやすいパーツは外すですかね。今回は貨車と旧型客車なので、車体にも墨入れブラウンをたっぷり流すことになるでしょう。そのため窓ガラスも外しています。
さて屋根上に墨入れブラウンを流しますが、ちょっと流す面積が広いので、こういう場合には絵の具筆を使います。おっと、その前に屋根上にはサーフェイサーか艶消しクリアを吹いておくと塗料の食いつきが良いので吹いてきました。少々乾かします。屋根を乾かしている間にワサフのボディに墨入れブラウンを流しています。手待ち時間はもったいないので、できるところからサクサクと作業を進めています。墨入れカラーはエナメル系なので、この後拭き取りしながら出来栄えを調整できます。ですからバンバン流しましたが、一通り流し終えたところでキムワイプで拭き取っています。うっすら茶色が残るくらいが理想ですね。おはふの方は墨入れブラウンを全体に流すのか、扉中心に流すのか、都度都度で変えていますが、今回は全体に流しています。そのためこちらも塗料付属のハケではなくて絵の具筆を使ってバシャバシャやっています。ポロにもカラーが流れるようにしていますね。大雑把に流し終えたところでキムワイプで拭き取りです。窓の下とか流していませんが、キムワイプの時に触れるようにします。そうしたら屋根の艶消しクリアもしっかり乾いたので、屋根上にも墨入れブラウンをバシャバシャ。そして軽く拭いて終わりです。今度は墨入れブラックを取り出しました。ベンチレーターの通風口モールドに黒を流す作業ですね。このようなちょいの間の墨入れには塗料についているハケが活躍します。扉の周囲とかルーバーなどもこのハケで十分なんです。そのままの勢いで今度は床下にも墨入れブラウンを流し始めました。床下は塗料付属のハケでも絵の具筆でもどちらでもいいのですが、今回は絵の具筆が汚れているついでに絵の具筆を使っています。あ、塗料を垂らしてしまいました。手直しもちょちょいのちょいです。絵の具筆を使うと台車などはあっという間に流し終わりますね。床下や台車を塗るときにカプラーにも墨入れブラウンを流しておきます。連結させてしまえば見えない部分ですが、こだわりなんです。これで絵の具筆を使う墨入れは終わりです。使い終わったら次回の使用に備えて薄め液1番の容器で筆洗いをしておきます。一通り予定していた墨入れは終わりましたが、黒で墨入れ追加した方がかっこいいと思った箇所に付属のハケで黒を流します。それから貨車の扉の長板や鍵にあたる部分は他の部分よりもさらに黒っぽく汚れているものです。そういう部分に筆差ししています。当然前に流したブラウンと今回のブラックはかぶりますが、ウェザリングでは色の混合は味になるので気がついたら手直しします。続いてワサフの顔部分のテールライト周囲やカプラー開放テコのモールドにも黒を流します。いいですね。それではウェザリングの終わった部品を組み立てていきます。まずはベンチレーターですが、墨入れブラックのはみ出しを拭き取っています。はみ出した黒の拭き取りにはエナメル溶剤を染ませたキムワイプを使います。そうしたら屋根に取り付けます。屋根上に取り付け終えたベンチレーターの上面には
屋根と同様の墨入れブラウンで筆差しします。ここは拭き取らなくてもいいかな。それでは屋根とボディ、車体に窓ガラスなどどんどん組み上げていっています。車体が組み上がっていくのは楽しい作業です。続いてワサフの方も組み上げていきます。こちらは車体構造がオハフより簡単なので組み立ても早いですね。テールライト点灯テストですが、ワサフ片方くらいですね。オハフは良好のようです。ワサフの方はもう少し墨入れブラックが効いている方がいいかなってことで、また黒を少し足しました。そしたらあとはエアブラシで走行中に巻き上げる土ぼこりのイメージを足して終わりましょう。最後にエアブラシを吹いて土ぼこり感の演出をしますが、今回は道具が主役なのでピースコンに塗料を入れている風景やエアブラシを吹き終えてからピースコンを清掃して片付けている風景もお見せしましょう。ちょっとお付き合いくださいね。土ぼこり感なので今回選んだカラーはダークブラウン。足回りの方からホコリが付着している様子を再現しましょう。それでは3倍速でどうぞ。いつものようにまずは新聞紙に一吹きしてからエアブラシを車体に向けます。今回の吹き出し塗料はファイ3から5ミリくらいを狙いました。土ぼこり感なのでまずは銀色のパレットドア下辺を中心に吹きながらドアのつなぎ目でエアブラシを縦方向にも動かしていますね。屋根上は普段掃除が行き届かないところなので、そこにもベンチレーター周囲を中心に全体的にうっすらと吹きつけます。オハフも同じく屋根上のウェザリングになります。ベンチレーター周囲とそこから両側に雨水が流れた表現がいいですね。どうでしょう。だんだん仕上がってきましたよ。こんな感じかな。はい、だいたい狙い通りにできたと思います。エアブラシの清掃はコンプレッサーを回したまま行います。塗料は残り具合によりますが、少なければまずティッシュで吸い出します。続いて筆洗い用のエナメル溶剤をスポイトで 1cc ほど入れて、そのまま吹き出したり吹き出し口を押さえてうがいさせたりします。それを何回か3、4回ほど繰り返します。吹いたりうがいしたり、また溶剤を足して吹いたりうがいしたりします。そうするとエアブラシが吹き出す溶剤がだんだん透明っぽくなってきます。溶剤を入れすぎたら戻せばいいんです。もういいかな。こんなところで大事なのが先端のキャップを外しての清掃です。硬い。硬くて外れないときはちょっとラジオペンチの力を借ります。ここなんです。この先端で塗料を噴霧状にするので、先端の噴霧カスをきれいに拭っておきましょう。そしてここを緩めてニードルを外して、ニードルの先端もきれいに拭いておくんです。そうしたらニードル先端を傷めないようにそーっとピースコン本体に戻します。先端のキャップもきれいに清掃しますが、ちょっとここで先端を見てくださいね。ニードルが出てくるの分かりますか？ニードルが中の噴霧カスを押し出すこともあるので、それをきれいに拭き取ります。
最後はね、エナメル溶剤2の容器から綺麗なスポイトで綺麗な溶剤を入れて、先端キャップを戻して綺麗な溶剤で噴霧テスト。そうしたら先端のニードルカバーも戻して、これで清掃完了です。ここにね、コンプレッサーがあるんですよ。ここにスイッチがあって、ね、いつもこの足の指の先で、こうやって。はい、スイッチ切りました。お行儀悪いですかね。はい、いかがでしょうか。今回ウェザリングした車両2両です。まずこちら、ワサフ8000にウェザリングができました。それと、オハフ45です。以前に旧型客車のウェザリングした時に、オハ46を解説していますが、その環旧車版なんですね。いやー、汚くていい顔になりました。こんな汚い顔なのにテールライトいいですね。以前の9個、8個だと比べてみましょう。この編成に混ぜて走らせようと思っているんですが、構成屋根同士がかなりイメージが違ってしまいましたね。こちらも構成屋根ですが、この当時の汚し方と違ってしまいましたが、それもご愛嬌、バリエーションということでご勘弁ください。これはキャンバス屋根、全くイメージが違っていいですね。それに対し荷物車同士は似たイメージに汚れましたね。ほらほら。次のテールライトはどうでしょう。これ明るくていいですね。こりゃダメだ。最後尾連結に向きませんね。製品によってテールライトの構造の違いによるものなんでしょうね。ちょっとがっかり。それでは今回は入っていた箱に戻しておきましょう。こちらの室内の座席はまだ白っぽいのでブルーにしたいですね。それはまた後日やりましょう。今回は電気商事さんが使っている道具を主役にした動画にしてみました。結構長い動画になってしまってごめんなさい。今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。